皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今日も一緒に楽しく学んでいきましょう。今回は、醤油の講義の第3回目になります。これまで2回にわたって、醤油の作り方や4種類の醤油について学びました。改めて振り返りますと、醤油は大豆、小麦、塩を原料として、麹菌、酵母、乳酸菌という3つの微生物が作用して作られる発酵調味料でした。麹菌はアミラーゼやプロテアーゼという酵素を作ります。そしてアミラーゼやプロテアーゼは小麦や大豆に含まれる澱粉やタンパク質を分解して糖やアミノ酸に変えるんです。そしてここで作られた糖を餌として乳酸菌と酵母が活動を開始し乳酸や香り成分を生み出します。まさに麹菌と酵母、乳酸菌による微生物のバトンリレーで作られたもの、それが醤油だったんです。そして前回は4種類の醤油について勉強しました。濃い口醤油、薄口醤油、たまり醤油、白醤油ですね。濃い口醤油は醤油の生産量の 85% を占めていて、一般に醤油といえば、この濃い口醤油を指しています。一方の薄口醤油は、原材料は濃い口醤油とほとんど変わらないですが、着色を抑えることで煮物など、醤油の色をつけたくない時に使われます。また、着色を抑えるために塩分を多くするため、薄口と言いながら塩分濃度は高いんです。歴史的には、どちらも17世紀半ばに開発されて、濃い口醤油は江戸の青魚によく合い、薄口醤油は京都でよく食べられていた白身魚や野菜によくマッチし、それぞれの地域に根付きました。そして、たまり醤油と白醤油は、対極的な醤油でした。たまり醤油はほとんど小麦を使わず、大豆のみで作られる醤油でしたね。また、熟成期間が長いため、たまり醤油は濃厚な味わいの醤油に仕上がるんです。一方の白醤油は、大豆をほとんど使わず、小麦を中心にして作る醤油でした。色をつけないために、熟成期間は2、3ヶ月と短いのが特徴です。でも、主に作られているのは、どちらも愛知県というのは面白いですよね。ということで、おさらいでした。今回は醤油の講義の第3回目に入ります。今回は醤油の辿ってきた歴史や醤油にまつわる文化について勉強します。今回の授業を受ければ、醤油がいつから作られているのか、そして醤油と味噌との関係も理解できますので、ぜひ今回も楽しみながら一緒に勉強していきましょう。まずは、醤油のルーツについて見ていきます。現在、私たちが使っている醤油は、最初から今のような形をしていたわけではありません。そして、大豆や小麦を使ったものでもありませんでした。醤油の歴史を紐解くと、日本の発酵調味料の歴史をそのまま理解できるようになります。ということで、醤油のルーツは、魚醤になります。魚醤って皆さん、聞いたことはありますでしょうか？旅行先で見かけたよ、アニメで見て知っているよ、という方もいらっしゃるかもしれません。今日の講義ではまず、この魚醤から見ていきたいと思います。日本では弥生時代、すでに発酵調味料が作られていました。当時作られていたのは魚や肉、野菜、そして穀物を発酵させた原始的なものです。これらのうち、最も古くから日本で使われていたのは、魚介類を塩と共に漬け込んで発酵させた魚醤とされています。日本は海に囲まれた海洋国家で、古代都市はいずれも海の周辺に成立しました。そのため、日本人は古くから魚を取って食べていました。そして、以前の講義の中でも触れたように、縄文時代にはすでに塩を精製する技術を持っていたので、魚を塩で保存することも可能でした。これまで、魚醤は中国から伝来したものと考えられてきましたが、最近では魚を多く取ることができ、その上、縄文土器製塩法が全国で行われていたことから、縄文時代にはすでに日本独自の魚醤があったのではないか、という学説が支持され始めているそうです。いずれにしても、魚醤はとても古い時代から日本にある発酵調味料なんですね。ところでこの魚醤は、日本だけでなく、世界中で作られています。中国、韓国や東南アジア一帯では万能調味料として古くから親しまれています。タイのナンプラー、ベトナムのニョクマム、さらには古代ローマ時代にはガルムと呼ばれる魚醤があって、
利用されていたそうです。世界各地で古くから利用されてきた発酵調味料、これが魚醤なんですね。日本では魚醤は各地で作られてきました。原料となる魚介類の種類は地域によって様々で、小型の魚やイカ、エビなどが用いられたことが多かったようです。ここに塩を加えると、自己消化酵素であるプロテアーゼが魚肉や内臓に作用して、魚肉のタンパク質がアミノ酸に分解されて魚醤となります。魚介類は骨を除くとほとんどタンパク質でできているため、魚を塩漬けにしておくと、骨を除いて魚の形は完全になくなってしまい、黒い液体状になります。魚を塩漬けにしておくと自然と発酵が進んで魚醤になるって、すごいですよね。なお、現在の魚醤作りでは、仕込みの時に麹を加えて、プロテアーゼを補って作る魚醤もあるそうです。プロテアーゼは、タンパク質を分解する酵素ですよね。縄文時代にはすでに原型があったと言われる魚醤ですが、ここでは現在にも残る代表的な魚醤をいくつかご紹介したいと思います。まずは秋田県で有名なしょっつるですね。しょっつるはハタハタなどの魚を塩で漬け込んで2、3年も発酵させたもので、江戸時代初期から作られてきた魚醤です。そして、いしるも有名な魚醤ですね。いしるは石川県能登半島を中心に奈良時代から作られていると言われている歴史ある発酵調味料です。原料はスルメイカの肝臓、マイワシ、ウルメイワシ、マサバ、アジなどが使用されています。このうち、イワシのいしるを例にすると、まず頭と内臓をつけたまま、魚をぶつ切りにして、食塩を混ぜます。仕込みには塩の他に風味を増すため、ごく少量の麹と酒粕を加える場合もあるそうです。いしるは、刺身の漬け醤油や焼き魚の調味料、さらには鍋物の煮汁として親しまれています。旨味が驚くほど強いのが特徴です。そして、しょっつる、いしるとともに日本三大魚醤に数えられているのが、香川県で作られているイカナゴ醤油です。イカナゴは、地域によって様々な名前があります。東日本ではイカナゴの稚魚が、コウナゴとして知られていますし、西日本では、シンコと呼ばれているそうです。このイカナゴを塩漬けにして半年ほど発酵させると、魚肉がタンパク質分解酵素によって完全に分解されて、液体状となります。これがイカナゴ醤油です。他の魚醤と同じく、非常に旨味が強いのが特徴で、味は醤油に似ています。塩分濃度が非常に高く、一般の醤油の2倍もあるそうですが、旨味の強さからあまり塩味の強さは感じません。また、魚介類の発酵食品であるため生臭さがあるのも特徴の一つです。臭みを飛ばすため、加熱調理をして用いることが多く、煮物料理や炒め物と相性が良いんです。さて、日本における醤油のルーツとして知られているのは、魚醤でした。日本は海に囲まれた海洋国家なので、古くから魚を取って利用していました。そして、縄文時代の後期には塩を精製して利用を開始し、魚の塩漬けを作っていました。こうして作られた魚醤は旨味成分が凝縮した発酵食品で、我々日本人の祖先にとっては、旨味を感じることで、満足感や幸福感を得られるとても貴重な食材だったと想像できますよね。ところで、日本では古くから旨味を料理に取り入れていました。現在では味の基本要素は酸味、甘み、塩味、苦味、そして旨味の5つが知られていますが、21世紀に入る前は、世界ではまだあまり旨味の存在は知られていませんでした。旨味は、グルタミン酸やアスパラギン酸、イノシン酸、グアニル酸、さらには琥珀酸などがその正体です。醤油や魚醤、そして味噌は、特に旨味の強く感じられるグルタミン酸を多く含んだ食材として知られています。そのため、これらの調味料を使うと、旨味を強く感じられ、満足感や満腹感を得られやすいんです。古代の人たちは魚醤を利用することで、満足感を得ていたのかもしれませんね。古くは縄文時代から作られていた魚醤ですが、今から2000年前の弥生時代には、日本では魚のほか、肉、穀物、野菜を塩で漬け込んで発酵させたものがあり、これをひ塩と呼んでいたそうです。ひ塩は日本固有の言葉で、日本発祥の発酵食品を指す言葉として使われていました。一方、後年になって中国から発酵食品が渡来し、これをジャンと言いました。
現在ではこの醤をひしおと呼び習わしていますが、本来、日本固有のひしおと中国から渡来した醤は別のものだったんですね。でも、似た者同士であったため同じものとみなされて、その後、醤は発酵調味料全般を指す言葉として使われるようになりました。ひしおにしても醤にしても、魚や肉、穀物、野菜を塩漬けにして発酵した発酵食品のことで、日本ではこの醤を起点にして、様々な発酵食品に分かれていきます。ちょっと脱線しますが、ではこの醤は中国ではいつ頃から使われるようになったのでしょうか。紀元前11世紀の中国の秦の時代の文献に、早くも醤という文字が登場するそうです。当時の醤は、肉や魚を用いた発酵食品である肉醤や魚醤が中心で、高級品でした。その後、大豆を原料とする豆醤の出現によって、醤が一般大衆に普及したと言われています。中国では、紀元前158年に作られた豆豉醤という豆醤の一種が出土していて、これが中国の醤油のルーツと言われているそうです。豆豉醤とは、どんな調味料なのでしょうか。中国では今でもこの豆豉醤が利用されているのですが、豆豉というのは、黒豆を水で戻してから、蒸して塩や麹、酵母の混ざったものを加えて発酵させ、水分を飛ばしたものです。そして、この豆豉をすりつぶしたものが豆豉醤です。大豆を使って麹も酵母も使われているなんて、日本の醤油や味噌のような調味料ですよね。そこから時代を経て、紀元6世紀初頭に出された中国最古の農業書、清民謡術には、清醤の製造法が記されています。清醤とは、醤油と同じ調味料を指しているそうです。当時の醤油とは、大豆を煮て作ったひしおである豆醤の上澄み液であるとされています。つまり、大豆を煮て塩漬けにして発酵させてできた、醤の上澄み液のことですね。そして、中国で醤油という言葉が初めて登場するのは、11世紀後半の北宋の詩人、祖食の文書です。この後見ていきますが、日本で初めて醤油という文字が現れるのは16世紀末なので、中国では約500年、日本に先んじて醤油という言葉を使っていたのですね。中国では今でも醤油を調味料として使っていて、こちらも麹や酵母を用いてできる発酵調味料です。中国の発酵調味料は調べてみるととても面白いんですよ。先ほどご紹介した豆豉醤の他にも、中国には豆板醤や XO 醤など、日本の醤油や味噌の親戚のような調味料がたくさんあります。また、日本の醤油や味噌作りに欠かせない麹は、中国では紀元前から利用されていたそうなんです。こうした中国の食文化や日本の食との関係についても深掘りしたいのですが、ここで話すと本題に戻れなくなってしまいそうなので、この辺にしておきたいと思います。さて、話を日本に戻したいと思います。日本では古来から作られてきたひしおという言葉と、中国から渡来した醤が同一視されて、醤がひしおと呼ばれるようになりました。そして、日本に文字が登場する奈良時代になると、様々なひしおが記録に登場します。例えば、8世紀の木簡に残されているウリの塩漬けの記録があります。野菜を塩漬けにして発酵させた発酵食品の一種ですね。また、701年に制定された大宝律令には、朝廷にひしお司という部署を設置したことが記されています。ひしお司では、雑草や茎、未生などの生産を司るという例が出されています。そしてひしお司の初代、大柏出の神であった岩上つかりの命は、高部の神として祀られることになりました。今日でも、この高部の神は料理の神様、そして醤油の神様として、岩上つかりの命ゆかりの地である千葉県阿波郡千倉にある、高部神社に祀られているそうです。醤油の神様が祀られているなんて皆さん、ご存知ですか？今は少なくなったそうですが、全国の醤油メーカーは、醤油作りの時期が近づくと、この高部神社に参拝に詣でて、醸造の安全と美味しい醤油を醸せるように祈願したそうです。ちなみに、大宝律令とはどんなものか皆さん、覚えていますか？大宝とはその時代の年号、今で言うと令和ですね。そして律令とは立法、行政、司法制度の基礎となる法令のことです。つまり、日本で初めて3件の基礎となる本格的な法制度、
これが大法律令なんです。そんな重要な大法律令に、ひ塩について記載されているなんて、当時、どれだけ発酵調味料が大切だったかわかりますね。この他にも、ひ塩は様々な記録に登場します。例えば、東大寺の正倉院文書や縁起式、さらには本草和名には、草火塩、魚火塩、肉火塩、穀火塩といった様々なひ塩が記載されています。草火塩とは、今で言うと、野菜の漬物のようなもので、ウリ、青菜、ナス、カブ、大根などを塩に漬け込んで発酵した食品です。また、肉火塩は、鶏肉、牛肉、貝類、カニ、ウニ、エビ、一部の魚などを塩と共に漬け込んだもので、今の塩辛のようなものでした。魚火塩は、魚やイカの肉や内臓、卵などを塩に漬け込んだものでした。現在では魚醤と呼ばれているものです。さらに、穀火塩は、大豆、米、小麦などの穀物を塩と共に漬け込んで発酵させたもので、今日の醤油の原型です。醤油の原料となる大豆は、日本ではすでに縄文時代から利用されていたことが考古学調査から分かっています。また、古事記や日本書紀に記載される穀物起源神話には、大豆が登場します。大豆は、奈良時代には重要な食料の一つとされていました。一方、醤油のもう一方の原料である小麦は、日本では弥生時代まで遡って利用されていたことが分かっています。近年は、縄文時代にも小麦の栽培が始まっていた証拠が出始めているそうです。一般への普及は奈良時代以降で、すでにこの時代、小麦のひ塩の記録があります。大豆も小麦も、日本では随分昔から利用されていたんですね。これが大豆と小麦を使った発酵調味料である醤油を作る下地になったんです。奈良時代や平安時代に登場した様々なひ塩、つまり草火塩、魚火塩、穀火塩などはいずれも共通して発酵していました。また、あまり綺麗ではありませんが、一様にドロドロの状態でした。使うときはこれをそのままご飯に塗って食べたり、またこれをこして液体としたものをご飯やおかずにかけて食べていたそうです。ちなみに中国における醤油のルーツと言われる豆醤について先ほどご紹介しました。この豆醤ですが、早い段階で日本にやってきています。唐の僧侶である鑑真が奈良時代に渡来した際、豆醤も日本に伝えたと言われています。鑑真は754年に奈良平城京に到着してから亡くなる763年までの10年間、奈良に滞在していました。そのため、鑑真が伝えた豆醤は、日本の発酵調味料に何らかの影響を与えたことは間違いないと思います。はい。ということで醤油の講義の3回目、醤油のルーツについて学んできました。皆さん、いかがだったでしょうか？とても面白かったですよね。まず、醤油のルーツは、今も全国に残る魚醤でしたね。海に囲まれた日本では様々な魚介類が取れます。これらを塩漬けにして保存すると、魚介類に含まれるタンパク質分解酵素によって、魚の形がなくなるまで分解して、旨味たっぷりの魚醤になるんでしたよね。魚醤作りに必要な塩は、縄文時代にはすでに利用されていました。そして、2000年前の弥生時代には魚醤のほか、肉や穀物、野菜を塩漬けにしたひ塩というものが登場しました。ひ塩は日本独自の言葉で、中国からやってきた醤と同一視されて、その後、醤をひ塩と呼び習わしています。でも、もともとは別のものだったんです。その中国では、紀元前11世紀からすでに、様々な食材を塩漬けにして発酵させた醤が使われていました。そして、中国で使われている醤油のルーツは、紀元前158年に登場するんでしたよね。こうした中国発祥の発酵調味料は日本にも伝わり、日本の発酵調味料に大きな影響を与えました。日本では奈良時代、ひ塩は草火塩、魚火塩、穀火塩、肉火塩に分けて利用していました。それまでひ塩として一括りにされていた発酵調味料が初めて分類されたんです。そして、これら発酵調味料は中央政府が生産を管理する重要な食品でした。次回は鎌倉時代以降の醤油の歴史について学んでいきます。鎌倉時代に入ると、禅宗の影響から摂政が禁じられ、
国美塩が盛んに作られるようになっていきます。そして、13世紀になってたまり醤油のような調味料が登場します。たまり醤油は現在の醤油の元祖でしたね。そしていよいよ、16世紀末には醤油の文字が登場します。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。次回も楽しく学んでいきましょう。それでは、また。